こんばんは、不動産モフです。今日はですね、ソフトバンクグループが出資する WeWork ですね、結構またピンチな状態になってるっていうことが報道で出てきました。今日はですね、最新の WeWork の状況、どういった風に問題になっているのか、詳しくですね、解説していきたいと思います。で、今日の内容なんですけども、シェアオフィスでですね、WeWork っていうのがあって、そこはですね、最初にソフトバンク AI 企業として、すごい出資してたんですけども、そこはですね、去年の9月から10月ぐらいに、ソフトバンク問題の発端となったですね、結構大きな問題になってます。で、一回ソフトバンクが助けて、軌道に乗りそうだったんですけども、またですね、ちょっとやばい状態になっているってことで、最新のですね、情報を解説していきたいと思います。で、ソフトバンクはビジョンファンドっていう中で AI にですね、特化して出資してですね、お金を出して、ベンチャー企業を育ててきました。で、その中のね、中核を担うのがこの WeWork っていうところで、これが大きなところにいますよね。で、他にも Uber とかね、聞いたことありますよね。Oyo とか、また ARM ですね。いろんな会社があるんですけど、その中で WeWork がですね、最初に問題になったっていうところが、大きにですね、去年報道されてました。で、WeWork 何かっていうと、シェアオフィスですね。月額利用とかで、使える結構おしゃれなイメージで、いい場所にですね、どんどん出店していて、どんどん、ね、29カ国で111都市で50万人ぐらいがユーザーいるって、もう爆発的にですね、人気になって広がっていると。で、これどうやって一気にこんな拡大してたかってからくりがあるんですけども、それはですね、WeWork のですね、創始者のアダム・ニューマンって方が、資金をですね、どんどん調達しながら拡大していってたんですよね。それどういうことかっていうと、まず、この持ってる株を、これ株数は適当なんですけども、株主にですね、株を出資してもらうと。で、例えば WeWork の価値は今100億円だよっていうふうに、二人で合意したとして、で、10億円出資するから株の 10% くださいよっていうふうにして、そういうふうにして10億円をこう WeWork に上げて、で、その代わり株の 10% 発行する。そういうふうにしてですね、資金を10億円調達すると。で、そのお金で、シェアオフィスをですね、拡大するっていう方法を取ってました。なので、これ何がいいかっていうと、お金なくても、いけるんですよ。なので、ここで二人の間でこの WeWork の価値っていうのが合意できれば、そこでも取引できちゃって、で、それで、そのもらったお金を使って、シェアオフィスをですね、利益度外視で全然拡大できるってことですね。なので、出資してくれる人がいる限り、どんどんシェアオフィスを拡大できる。そういうスキームになってました。なので、シェアオフィス自体は大赤字だったんですけれども、出資してくれる人がいる限りですね、どんどんこうやっていけると。で、どんどんね、こうやって出資して資金調達できるんで赤字でもどんどんいけるし、一気に拡大してシェアを取るって戦法ですね。これソフトバンクとかがよく使ってるグループ、やつで、オヨとかもね、その同じようにやってましたね。日本でオヨルームですね。で、シェアを取ったところで、利益を出すっていう戦略に基づいてますと。で、資金調達をしながらどんどん拡大していってて、最初2014年の時はね、5000億円の価値だとか言ってたって、それもね、投資家同士で合意して5000億だよって言って、で、それで3300億円出資してもらって、で、その300億円を使ってまたシェアオフィスでバーンと作ったりとかしてですね、それでどんどん拡大していって、2015年には1兆円の価値って言って、今度1000億引っ張ってきて、2016年1.6兆で、430億とかで、なんと2017年には2兆円の価値とかまで行ったりとかして、どんどん価値が膨れ上がっていったと。これね、ババ抜きじゃないですけども、お互いが合意すればその価値になるっていうふうに言ってるような感じですね。で、調達していって、そういってうちに、ソフトバンクはですね、2017年に参入してきました。で、WeWork の価値は5兆円ぐらいですよとか言ったりとかしていて、企業価値この頃5兆円って言われたんですよね。ただの、シェアオフィスなんですけれども、人工知能とかなんかいろいろね、こう、何が人工知能だかっていうのはなかなか難しいんですけども、ただの赤字を垂れなすシェアオフィスが、50円の価値ですよって言って、ソフトバンクは110億ドルとかですね、かなり枠をビジョンファンドとかで全部ひっくるめて出資しましたと。相当ですね、引っ張ってきたと。でそうしているうちにですね、上場準備しましたと。今までは投資家同士でこうやってたのを上場して、東証とか、向こうだと多分ナスダックなんですけども、上場して、お金をいろんな人からもっと引っ張ろうとしてたんですけれども、今まではその直接なんでもう物々交換みたいな感じですよね。ただ、上場するとなると、それちゃんとした、決算書とかですね、この会社が大丈夫かどうかっていう、そういうのをちゃんと厳正に審査しないと、上場はもちろんできないので、それはナスダックに上場するためにいろんなですね、目論見書とかですね、目論見書っていうのは、会社の状態を、とかビジネスモデルとか、明確にするものなんですけど、そういうのが初めて提出されて、それでね、初めて経営状態が明らかになったと。これはね、去年の9月ぐらいですね。で、それまで WeWork すげえって言ってたんですけども、これ見て、っていうのがね、初めて明るみ出たと。で、見ると、2018年度の決算状態は売上1800億とかで赤字が1900億なんで、もう売上
以上に赤字が出てるってことですよね。なので、手元現金が2400億とかぐらいで、1年後にはね、もう赤字っていうのもキャッシュアウトしていってなくなっちゃうんじゃないかみたいな。で、ただのそのシェアオフィスの会社に売り上げがね、1800億で赤字こんだけ垂れ流してる時に、ほんと5兆円の価値あんのっていうところで、いろいろ突っ込み入りまくったりとか、あとこのアダム・ニューマンさんが、むちゃくちゃパワハラじゃないです。会社を私物化したりとかいろいろ問題があって、上場がね、できなかったっていうのがありました。なので今までは、ここの人たちがどんどん出資していって、価格を釣り上げていって、で、ウィーワークがお金、どんどん投資して、で、シェアオフィスを作っていったんですけども、大赤字オフィスを作っていったわけですよね。それで、ナスダックに上場して、で、普通の投資家に売り抜けて、この人たちはもうこっちに売って、ウェイっていうか、回収する、投資した資金を回収しようと目論んでたんですけども、それがですね、上場を頓挫したと。とてもでないけど上場できる状態はなかったっていうところで、それでですね、これ WeWork 大丈夫なのって5兆円の価値なんか本当にあるのってソフトバンクはあんなとこに5兆円突っ込んでも5兆円で1兆円突っ込んでも大丈夫なのとか、ビジョンファンド大丈夫なのとかが、出たっていうきっかけがですね、WeWork になったと僕は、認識してます。なので、堀井さんとかもね、壮大なババ抜きとか言ってたんですけども、みんなこのね、ババを渡しまくって、で、お金をもらってですね、釣り上げていって、で、最後の最後、上場して、売り抜けようとしたところに上場ができなくなったっていうところで、まずいと。で、ここで、お金をまた調達しないといけないのに、もう大赤字なので、それができなくなったんで、WeWork やべえっていうところで、ソフトバンクが救済に走ったっていうのが去年のですね、10月ぐらいになります。で、出資した投資家たちはですね、自分らがお金出してから、WeWork なくなっちゃうとね、投資って、出資って出したお金がですね、全部返ってこなくなる可能性があるのがですね、出資なので、WeWork が潰れてしまったらそれまでにね、5兆円だと思ってみんな突っ込んでたお金が消えてなくなるので、まずいと。で、ソフトバンク的にも、ビジョンファンドのね、さっきの写真出てたと思うんですけど、真ん中にありましたね、WeWork。そういうシェアオフィスで、AI のね、人工知能の素晴らしい会社でこれから未来あるって言ってるのに、蓋開けたら大赤字でもとんでもないとなってると、もうメンツをかけて救済するしかないっていう風になっちゃうんですよね。で、本来、投資してる会社が潰れかけたら別に救済してはね、普通はやらないんですけども、救済せざるを得ないと。なので、ビジョンフォンドで、またさらに、お金を突っ込んで立て直すしかないっていう風な、判断になったようですね。で、これがソフトバンクのプレスリリースで、10月23日に、WeWork ソフトバンクグループから大規模資金調達って書いてあって、これソフトバンクのグループのプレスリリースでね、助けますって言ってて、大体なんか50億ドルの資金調達と、株主を、既存株主を対象にした30億ドルの公開株買い付け、TOB ってやつですね。ちょっと後で説明しますけども。これで、8000億とかですね。さらに15億のコミットメント資金を壮大にやりますとか言って、これで資金注入してですね、WeWork を助けるみたいなことをプレスリリース10月に出しましたと。で、孫さんとかですね、またこういう風に困難になるけれども、テクノロジーがやってっていうのが、さっきのプレスリリースにありましたと。興味ある人はちょっと後でゆっくり見てみてください。で、マルセロ・クラウレさんって、これ COO の方で、ソフトバンクグループの、副社長っていうか、COO ですね。すごい方でですね。この人が WeWork に行って、それを助けるっていうね、役目を担ってですね、行く。それ結構すごいことですね。投資先、ベンチャーキャピタルのその投資先のが潰れかけてるから、社長ね、COO が自ら乗り込んで立て直すっていうことをやりましたっていうことで、そうやって、やりましたと。で、TOB ってやるってさっきちょっと言ったんですけども、今までWeWork に対していろんな株主を出資していたのを、ソフトバンクは代わりにね、買い取るよってみんなの株を、ちょっと30億ドルで、全部の 80% 買うから私に譲ってっていうふうに TOB しましたと。それで、この人たちは売ろうと多分してたんですよね。もうね、これもうやばい状態になってるから、持ってるもしょうがないし、もう売っちゃえっていう風になるんだろうなっていう風に予想してましたと。で、さらに、15億の出資を前倒しとか、さっきの TOB と50億ドル債券でとか、そういうのをソフトバンクがやろうとしてたってことで、いろいろ内訳が出てたんですね、10月の時点で。で、それがですね、WeWork 救済でしたと。で、11月の決算の時に WeWork の立て直しはもう楽勝だともう道は見えてるって孫さんが言ってて、これ決算の中でもですね、この、マルセロさんが、エグゼキューティブチェアマンに就任で企業統治の適正が、前のね、アダム・ニューマンむちゃくちゃやってたんで、ちゃんとCOO が言って、それもね、何回も繰り返すんですけど、ソフトバンクグループっていうね、もう時価総額ね、10兆とか、グループ含めるととんでもない会社の頂点の COO が、
一社のそのベンチャーキャピタルにですね、ベンチャーに行って立て直すって言ってるんで、まあ、よほどメンツをかけて行ったんですよね。まあ、それぐらい覚悟があること、まあ、それを立て直してこいっていう風にですね、まあ、孫さんが多分直々に指令したと思うんですけども、結構すごいことだぞ、これ。ありえないっていうか、なかなかないと思います、こういうことは。で、そうして、で、これもソフトバンクの決算なんですけども、まあ今までこうデスク数、まあ売買ゲームで増やしてきたとお金を調達しまくって売買ゲームで増やしてきたけど、まあでもすぐには埋まるわけじゃないんで、まあ一旦停止して経費削減して、不採算事業とか整理して、いろいろですね、出すお金やめましょうと。で、まあさらに、まあもともとこの空いてるところがあったりとか、まあ埋まってるところが利益出るんで、高収益、利益出るとこやって、まあ一旦ビルの建築をストップすれば自然と高収益になるからね、立て直すのは簡単だっていうふうにですね、もう決算で言ってましたと。なのでまあ WeWork は大丈夫ですって11月号で言ってましたと。で、まあこういうふうに、こういう利益が、これ、経費がこうあって、これが粗利、売上と利益のこの、差分が粗利なんですけども、まあ経費をまあちょっと削って、この限界利益率を高めてですね、利益を出せば、すぐに立て直すと。で、その後、なんかよくわかんないですけども、投資先サポートの方針で、投資先の財務は独立させたの救済投資を行わないとか言ってて、と思って今救済してるんじゃないの WeWork はっていう。ちょっとなんか矛盾を感じながらも今後はこうだって言ってましたね。っていうところがあって、で、その後ね、全然音沙汰がなかったんですよ、WeWork。なので順調に立ち直ってんのかなと思っていたんですが、まあ3月ですね、まあとんでもないことが起こりましたと。まあコロナショックですね。で3月 WeWork の救済を拒否したみたいなのが報道が出ていて、で、2月3月でもう皆さんご存知の通り、もう世界がですね、一変しましたよね。もうこんな風になるなんてね、ここまで大きく、感染が拡大するというのは誰も多分ほとんど予想してなかったと思うんですけども、市場がですね、本当に世界的にもう株価大暴落しましたよね。大暴落して、で、ソフトバンクグループの株価も急落しましたね。まあ、それで、この前も動画出しましたけども、資産をですね、売却して自社株買いとかで、まあ、それでですね、持ち直すみたいなことをやったりしてるんですけれども、で、さらに、ソフトバンクグループの株価も急落した、保有株、持ってる株もですね、急落したりしました。そういったこともあって、シェアオフィスですね、WeWork の立て直しどころではないっていうふうに、もしかしたら方針がですね、変わってしまったかもしれない。状況がですね、一変して変わってしまったと。それまでは、ソフトバンクグループ、かなり利益も出ていたし、ビジョンファンドもですね、そこそこ成功していた、利益は出ていたので、推し進めようとしてたんですが、これで多分方針変わったんでしょうね。で、最近になって、ブルームバーグからですね、いろいろこれ詳細欄貼っとくんで、よかったら見てみてください。ソフトバンクグループが WeWork の TOB、公開株買い付けですね、他の株主から株を買うよっていうのをですね、完了しないのを期限直前に通知って報道が出ました。で、その後、WeWork の取締役が、その TOB 取りやめは契約違反だとして、ソフトバンクグループ提訴っていうのがですね、8日に出ましたと。で、さらに、WeWork が一部物件で、4月の家賃を払わず、家主に救済措置を、提示してやっていうことで、結構ですね、WeWork が一気に、今まで良かったんですけど、このシェアオフィス問題ですね、かなりやばいっていうところで、一気に、暗転してるっていうかね、やばい状態に陥っていると。なので家賃払えないよっていうところですね。なので今はもう、ニューヨークとかもそうなんですけれども、ロックダウンしてるんで、外にね、出て行っちゃいけないよとか、そういうような状態になってますよね。なので、今の状態からすると、もう WeWork シェアオフィスに行って仕事しようってどんどんね、自宅にいてリモートワークみたいな話になっちゃってるんで、そのシェアオフィス自体のですね、価値もかなり下がってしまってるだろうし、そもそも誰も来ないから家賃払わなきゃいけないし、これで在宅ワークとか加速したらシェアオフィスの価値っていうのもね、ビジョンってなくなるんじゃないかみたいな、そういう話も多分出てくると思うんですけども、少なくとも、そもそもソフトバンクがね、TOB して、株を、ね、買って、それでやるよって言ってたのを、ちょっと、いろいろ準備が整ってないとか、そういうことを言って、やめてるっていう報道が出ました。で、これソフトバンクらは多分何も今のところ方針に出てないので、状況はわからないので、ちょっと決算とかですね、ちょっと待たないといけないので、多分決算とかで、5月ですね、あるんで、そこでちょっと状況見えてくるのかなと思います。なので、今までの決算だと、WeWork はかなり順調で、もう楽勝に立て直せるよって言ってたんですけども、ちょっとですね、やばそうだ。そういう状態になってるですね。で、ソフトバンクグループの、ビジョンファンドとか含めて、その投資先が結構やっぱもう今苦戦していて、この前もね、衛星電話のワンウェブっていうところが破綻しましたね。
イーロン・マスクさんが、テスラのね、イーロン・マスクさんがやってるスペース X っていうところがですね、もうすでに先行してて、まあ、衛星をですね、バンバン打ち上げて、まあ、それをこう連帯してこう飛ばして、電波をこうやり取りして、まあ、どこでも携帯電話使えるよみたいなシステムをですね、なんかやろうとしてたんですけども、まあ、スペース X に負けていて、まあ、アマゾンも参入したりとか、まあ、そういったところで、勝ち目がなくなったりとか、あと債務超過に陥って単純に破綻してしまったようですね。まあ、そこも確かソフトバンク2000億円ぐらいだったかな。確か出資してるんで、それがまあなくなってしまうと。で、まあ、さらに、フォーブスのインタビューで、まあ、88社のうち、ビジョンファンドのですね、について、孫さんがフォーブスのインタビューで、これ英語のインタビューがあったんですけども、88社のうち15社ぐらいは破綻するだろうというふうに、インタビューされてました。ちょっと報道も出てるんですけれども、一方で、まあ、ビジョンファンドの運営には問題ないよと言ってました。なので、まあ、15社ぐらいね、どの15社かわかんないですけども、まあ、その中にもワンウェーブが破綻したりとかですね、ビジョンウェーブファンドの中はそれぐらい破綻するだろうっていうふうに、まあ、インタビューで答えられてたっていうね、記事が出てました。これもまあ、詳細な貼っとくんで興味あったら見てみてください。あとはまあ、オヨとかね、ウーバーとかアームとか、まあ、さっき出てたようなところも多分、売り上げが下がったりとかしてるんで、評価下がるんで、まあ、ソフトバンクグループはね、投資した、まあ、ソフトバンクグループはもう、投資会社なんですよね。投資して、その会社が儲かったのをこう利益をもらうみたいな、まあそういうですね、会社になってるんで、投資、ソフトバンクグループ、このソフトバンクグループ、G ってついてるソフトバンクグループっていうのも投資会社なんですよね。携帯とか、ヤフーとか全然関係ないですよ。ホークスとか、全然違くて、ソフトバンクグループっていうのはもう、投資会社ですね。150人ぐらいかな確か社員がそれぐらいいる、まあちっちゃな会社なんですけど、そこがもう全てを牛耳っていろんなところに投資してる。その投資先はちょっとうまくいってないような感じになってるってことですね。なので、まあ、これからですね、まあ、WeWork もまあ、多くの投資先の一つなんですけども、楽な状況ではなくって、これからどうなるかっていうのは、まあ、決算とかね、今度の、だから5月の決算がどうなるのか非常にですね、ちょっと予想つかないですね。どんな感じになってるのか、膨大な赤字になるとは思われるんですけども、どこまでどう持ってくるのか、ちょっとね、そこまでもしかしたら株価がむちゃくちゃ回復してるって可能性もあるんで、わからないですけれども、そういうところがあったりとかするのが今非常にですね、WeWork 面白い状態になってます。でですね、再生リストでもし株とか勉強したかったら株の基礎って再生リストを作ってるんで、よかったら見てみてください。あと、不動産投資の講座も作ってるんで、ぜひ見てみてください。ということで、今日のまとめなんですけれども、WeWork 問題ですね。久しぶりにもう、この、10ヶ月間ぐらいをパッとまとめたんですけれども、ソフトバンクがですね、WeWork 見捨てそうだというところで、今までずっと助けるよって言ってたんですけれども、もうシェアオフィスのですね、再建が厳しくって、立て直すことは、ちょっと難しそうって言って見捨てたのかなっていうところですよね。今情報出てきるのは、ブルームバーグが TOB のところをやめたって言ってるんで、他の債券とかどうしてるのかとかはね、ちょっとわからない状況なんですけれども、そういったところでですね、立て直すところは難しそう。今ね、コロナ騒ぎがあるんで、どういう風に落ち着くのかわからないんですけども、ちょっと家賃をね、払えないっていう状態になりつつあるようなので、もともと大赤字こいてた会社なので、そこでね、一気にこう資金の注入が止まってしまうと、うまく回らなくて、もうキャッシュで家賃払えなくてもう倒産してしまうような状態になっているかもしれないので、ちょっとですね、厳しいかもしれないですね。5月に決算の状況が明らかになるので、またですね、5月決算報告出たら、ちょっとこのチャンネルで解説したいと思いますので、ぜひですね、また見てみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったですね、高評価いただければ嬉しいです。で、このチャンネルはですね、不動産投資とか株式投資、経済ニュースとか分かりやすくやってるんで、もしですね、面白かったらぜひ役に立つんで、チャンネル登録をお願いします。また、コメント、高評価いつもありがとうございます。役に立ったらですね、コメントとか、あと SNS とかね、Twitter とかシェアしていただけると嬉しいです。また、Twitter で有益な情報を発信してるので、ぜひフォローしてください。あと、インスタと Facebook ページも詳細欄貼ってるんで、ぜひですね、登録してみてください。どうもありがとうございました。ちょっと今日、ライトがね、変えたんで明るくなってるかもしれないです。